皆さんこんにちは。どうですかね。皆さん調子どうでしょうか。僕はねちょっと体調悪いなーってね思ってたんですけど、いやこれ花粉症ですね。昨日ねゆっくりお風呂入ってみたんですけど、お風呂でねこう目元をねちょっと洗ってる時とかになんか痒みを感じるなと思って、あ、この感じ花粉症だわと思って、こういうその痒くなり方って花粉症以外でね感じないんですよ。なんかそういうのありますよね。この鼻のムズムズ感は普段と違って、あ、これは花粉症だなみたいな。その季節でね花粉症になる最初のタイミングってあるんですけど、いつもねいや風邪ひいたかなとか、なんか体調悪いなみたいなね、そんな感じになるんですよ。アレルギーが重たい人ってこう風邪みたいに感じるって言いますよね。なんか本当にそんな感じなんでね、体からしたら一緒なんですかね。でそれまではね、なんかちょっと体おかしいな、大丈夫かなとかね、なんか変な病気になったんかなとかね、そんなことをねこう考えたりするんですけど、でも花粉症なんだって思ったらこうぐっとね気分が楽になるんですよ。それは何度もこう花粉症になっては、またこれは季節によってねまた引いていくんだなっていうこう実感があるから、だからこうまた来たなみたいなね、それぐらいの気持ちなんですよ。で自分の中でねその花粉症だみたいな感じでこう名前がついてねこう分類されてるものって、そこまでねこう恐怖とかをねこう感じないんだなって、そういう風に思ったんですよね。それまではね、なんか体おかしいな、大丈夫かな、変なこと起きてんのかなとか、寝てもなんか疲れ取れないなとかね、そういう感じだったのが、名前ついただけでね、そっかそっか、こっから来たんかみたいなのが分かるとぐっとすっきりしますよね。なんかそういう意味ではそのラベル貼るとかラベリングとかなんかそういうのって悪く言うこともあるじゃないですか。で例えばキャラ付けとかね、あの人はああいう人だからみたいな、そういうラベルみたいな、それってつけられた方はなんか嫌な気持ちする時もあればね、そういう風に病気みたいにね、これはこういう病気だからと思ったら、なんだ他の人もいるんだみたいな感じでぐっと楽になったりとか、やっぱ名前とか分類ってすごい力のあることだなってね、なんかそういうのを思いましたね。こういう話しててちょっと思うんですけど、お山の大将みたいな言葉あるじゃないですか。コミュニティとかにね、例えばいたら、あの人ああいう人だよねみたいな感じでこうキャラってついてきますよね。で例えば何々くんはめっちゃアニメ詳しいよねとか、何々さんはすごい運動できるよねって、それぞれにそのキャラができてきて、でその大山の大将みたいにそのコミュニティの中でこういうキャラクターみたいにこうなってくるじゃないですか。昔はそういうのあんまり好きじゃなかったんですよ。だってその中ではそういうキャラだけど、でもその人よりも運動ができる人とか、その人よりもアニメに詳しい人って他にもいるでしょみたいなね。だって世界は広いんだからみたいな、なんかそういう風にねこう考えちゃってたんですよね。こう10代の頃とかね、20代の初めとかね、そういうそのすごい人が集まってくる場所があるんだから、なのでそういうとこがあるのに、その小さなコミュニティの中で自分はそういうキャラなんだよっていうのがなんかお山の大将みたいに見えてきて、なんかあんまりかっこよく思えなかったんですよね。最近はねちょっとそれが結構変わってきたというか、いやーなんかどこまで行ってもそれって結局続いていくだけの話なんじゃないのみたいなね、なんかそういう風なことを思い出して、例えばそういう人が集まりましたと、県で集まりました、県大会がありました、いやーでもそこよりもすごい人が集まる全国大会があるらしいよ、じゃあ全国大会に行けましたと。でそこで集まっても、じゃあもっとすごい人がいる世界大会もあるよみたいなね。で世界大会で集まったら集まったで、いやでもそのすごい人はその階級だけじゃなくて、
そのハードル走とかなんか200メートルとかそういうのも買ってる人もいるよとかで、そしたらそのうちね、いやいやなんか若い時だけじゃなくて年を取ってもずっとすごい人もいるよとか、なんかこうまあだんだんそのなんていうんですかね、こうキリがないというかね、自分でそれを極めていくんだみたいな、まあそういう気持ちでやるならすごいいいなと思うんですけど、その他の人の中において自分がその位置をキープしたいみたいな、こう、なんていうんですか、その偏差値高いところを維持したいだけみたいな、なんかそういう考え方だったら、なんかちょっと苦しいし、キリもないし、みたいなね。なんかそういうのをちょっと思ったりもしましたね。なんかその最後の1個になるまでランク付けして1位から並べるみたいな、そういうことがね、まあ好きな人もいるんで、まあそれはそれで、まあそういうのは好きでね、やっていきたい人なら、まあそれでもいいのかなとか思ったりもしますけどね。まあでもそれよりもその場その場でこう成立するそのコミュニティがあって、その中でキャラクターとかがあるのに、その全然違うね、こう外のランキングをこう持ってきてね、で君はまだまだだよとかね、そんなことを押し付けてくるのってなんか野暮なんじゃないかなとかね、そんなことをね思い始めたりね。例えばそのこの地域にはこういう川の神様がいて、この地域にはこういうその山の神様がいてみたいな、まあ、日本のね信仰とかも昔そんな感じじゃないですか。でも外からね、なんかこういうすごい神がいるよとかね、まだそんな神様祀ってんのみたいな感じでね、その押しのけてくみたいなね、なんかそんなことを言われてもって感じですよね。そこで楽しくね、なんかやってるのに、ある日外の空間の価値をね、こうぐーっと押し付けてきて、ああ、なんか俺たちちょっとしょぼかったのかもしれないな、みたいなのを押し付けてくるじゃないですか。で、そこにいる人たちが、いやーなんかでもこういうしょぼいことじゃなくてもっとすごいレベルのことに上がっていきたいなって別に思う人がいてもいいなとか思うんですけど、みんながみんなそんな風に変わる必要もないし、ね、そういうの望んでもないし、ただあなたたちはしょぼいですよみたいなことをこう言って回ってくる人がいるみたいな、そんな人なんか必要なくないみたいなね、そんな風にも思ったりしますよね。よくその SNS でこうすごい派手な暮らしとかをずっとこう上げてる、まあ、超お金持ちの人とかなんかそういう人が例えばいて、でその人がいや僕はなんか私はみんなにこう夢とか希望とかなんかそういうのをそういうのをばらまくためにやってるんだよみたいなことを、まあ、言ってますと。でもそこに対して出てくるコメントでなんか面白いのとかあって、いやいやあなたは与えてるんじゃないですよと。他の人から見たらなんか素晴らしいと思うような生活をしてるかもしれないけど、でもそれってこう自分は持ってないんだとか、ない人をすごくその自信をこう根こそぎ奪っていくみたいな、あなたは全然与えてるんじゃなくて人から奪ってるだけなんだよみたいなことをこう書いてるのがあって、なんか同じこと取ってもない同じことを取ってもいろんな側面があるなーなんてね、そういうのをこう思ったりもしますよね。今ねちょっと話してて思ったんですけど、まあそれもこう若い時っていうのはなんか仕方がないのかなってなんか思ったりするんですよね。若い時ってこういろんな可能性があるじゃないですか。それってもちろんいいことでもあるんですけど、でも何にでもなれる、何にでもつながってるからこそ手を抜けないというか、例えば柔道がねちょっと強くなりましたとか、そのギターがちょっとちっちゃいうちから上手いですって言ったら、こう周りの期待もそうだし、とことんまでやってみたいなみたいな、そういう気持ちも出てくるじゃないですか。動画で有名になっていきたいとか、例えばノーベル賞を取ってみたいとか、こう世界的なランキングとか学者のなんかで認められたいとかね。ちっちゃいうちってその種なんで、その芽が出たぐらいでどんなぐらいの植物に育つのかとかってまだその未知数だから、ものすごく長いベクトルを描くこともできるし、そのまあそれもいいし、
でもそれがこう期待となって重なってくるっていうか、例えばね、ギターうまいですね、柔道うまいですねって言って、一番最初から、じゃあ地域のなんかコミュニティセンターで週に1回柔道を教える人になりたいですっていう子供とか、いないじゃないですか。こうオリンピック目指したいとか、なんかのね、ヒットチャートで1位になりたいとか、なんかそういうとこまず思い浮かべますよね。で、そういうのをこう見てると、周りの大人の人もやっぱ微笑ましくね、おお、君は頭がいいね。将来は東大だね、みたいなね、そういうことをまた言ったりしますよね。そういう成長を望むのもね、また一つ、悪いことじゃないしね、いいことだなと思ったりもしますけど、でも、その中にいる少年少女とかは、何がどう無限の可能性につながるかもわからないからこそ、こう、全部に、手を抜けないというか、いろんなことをね、試したりして、全力注いだりとかして、ってなったら、やっぱりすごい長い大きなトレンドとか、ヒットチャート1位とか、オリンピックとか、なんかそういうなんか目指さないといけないみたいな空気も結構あったりして、それが若い人からしたら、どうしてもそういう視座でね、物事を見て、こう行く、そういうきっかけになっていく、そういう動機づけになるんじゃないかな、なんてね、そんなことをちょっと思いましたね。昨日ね、アメリカはね、なんかちょっと若さっていうか、なんかそういうとこあるよね、みたいな話したんですけど、アメリカって別に誰もが別に何者でもないんだけど、でもその誰もが何者にもなってもいいんだみたいな空気があったりするんですよ。それをすごい素敵だなと思ってく人も結構いるなとか思って、昔あったとか今もあるのかな、なんか iPS 細胞とか、その細胞の形がこう決まってないからこそどんな細胞にもなれるよみたいな、それが若さなんだなと思って、なんかそういうのはやっぱり国が新しいからそういう気配もあるんじゃないかなみたいなね、なんかそんなことを思いましたね。花粉症の話からね、ちょっとこんな感じでね、広がってきましたけどね、ちょっとね、日々のことからこう思いついたことをね、こう連鎖的にね、話していくの好きなんですよ。頭のそのシナプスのつながり方みたいなのをね、こう考えを結構ダラダラとね、ちょっと話してみるみたいなね。今日ね、週末でね、株がないんですけど、ちょっとね、株起きてから勉強して、勉強って言っても、どんな株があるんかなとか、ちょっとちょこちょこ見たぐらいの話なんですけど、でもそれもちょっとやると少し疲れてくるんで、こういう風にね、休みながら自分の思ってることとかをね、ゆっくりと録音してみたり、してるんですよね。いや、株ちょっと朝ね、自分の気持ちで読みでね、これだみたいな世界の流れとかを想像したり、自分の感情とね、向き合ったり、ね、なんか振動と向き合うみたいな、ちょっとそんな感覚があるんですけど、それやった後に、ここでね、こんな風に、思いを話してみたいな。今ね、その2つだけをね、まず朝起きてやってみようかなって思ってるんですよね。その2つだけで生きていけたらもうすごくないみたいな。なんか、この2つだけで生活できたら、ちょっとね、それが成立したらすごいし、だからこそこの2つをまずやってみようと思ってね。どうすかね、うまくいきますかね。ね。で、この2つやって、その後はちょっとね、今の自分を支えてくれてる、商いだったり、家の周りのね、ものだったり、あと、夜はちょっとポーカーしたりね、ちょっとそんな感じで生きてるんですけどね。でも、それってもう自分にとってはもう分かってることなんで、あんまり学ぶことがあんまないんですよね。なんで、それよりは、全然知らないことで生きてみたいなってなんか思ったりしますよね。そんなわけで、知らないことをね、一番最初に持ってきてるんですけど、うまくいきますかね。今日もね、聞いてくれてありがとうございました。はい、またね。